皆さん、こんにちは。日本語教師の鈴木です。今日も一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。今日は N3 の文法第6回目です。今日の表現を勉強すると、日常で聞いたときにそのニュアンスもわかるようになると思います。まずは問題に挑戦してみてください。スマホと Wi-Fi、どこでもオンライン授業が受けられます。1、スマホと Wi-Fi こそあれば。2、スマホと Wi-Fi しかあれば。3、スマホと Wi-Fi さえあれば。どれでしょうか？正解は3、スマホと Wi-Fi さえあれば、どこでもオンライン授業が受けられます。それでは、他の選択肢がどうして正しくないのかを見ていきましょう。1、こそあれば。スマホと Wi-Fi こそあれば、オンライン授業が受けられます。何々こそは、その前の言葉を強調するときに使います。例えば、今年こそ N3 に合格しますと聞いたら、必ず合格するという強い意志のニュアンスを感じます。ですから、必ずこれだという強いエネルギーと、もし何々であればという仮定の形は基本的には一緒には使えません。ですから文の形として不自然です。ということで1番は正解ではありません。では次に2番を見てみましょう。スマホと Wi-Fi しかあればオンライン授業が受けられます。しかは後ろに必ず何々ないとか何々ありませんなど否定形が来ます。例えば財布に100円しか入っていませんのようにしかと否定形はいつもセットなんです。しかないには残念なニュアンスや困っているニュアンスがあることが多いです。しかあれば、しかと否定形がセットになっていないので、2番は正解ではありません。では3番目。スマホと Wi-Fi さえあれば、オンライン授業が受けられます。これが正解です。何々さえは、この条件をクリアすれば大丈夫という意味です。安心や解決というニュアンスを感じます。例えば、学生が大変です。パソコンが壊れちゃった。今日のオンライン授業どうしようと焦っているとき、学校に電話してみました。すると、先生は大丈夫ですよ。スマホと Wi-Fi さえあれば授業が受けられます。と言ってくれました。これはパソコンがなくても心配しないで、スマホと
Wi-Fi という最低限の条件をクリアしていれば大丈夫ですよ。他のものはいりませんよという安心感や解決のメッセージを伝えています。さて、ここで皆さんはこう思うかもしれません。先生、スマホと Wi-Fi があればと、スマホと Wi-Fi さえあればは意味がどう違うんですか？とてもいい質問ですね。さえがなくても日本語としては正しいです。でも、ニュアンスが違います。スマホと Wi-Fi があれば授業が受けられます。これはただの条件です。もし A なら B ができるという普通の事実を伝えています。スマホと Wi-Fi さえあればというと、他のものは何もいりません。パソコンも机も教科書もいりません。とても便利な言葉ですよね。ということで、3が正解です。この文法はいろいろな言葉と一緒に使われることがあるので、ルールが多くて難しいと思う方もいるかと思います。今日は会話でよく使われる3つのパターンだけに絞って覚えましょう。1番、名詞、さえ、何々ば。お金があります。お金さえあれば。天気がいいです。天気さえ良ければ。2番、マス系さえすれば。飲む、食べるのようなアクションは、マス系のマスを取って、さえすればをつけます。薬を飲みます。薬を飲みさえすれば。ジムに通います。ジムに通いさえすれば。3番、手形さえいれば。知っている、空いているのようなずっと続いている状態の時には、手形にさえいればをつけます。道が空いています。道が空いてさえいれば。毎日勉強しています。毎日勉強してさえいれば。では、リズムをつかむために、声に出して言い換える練習をしてみましょう。私が言う2つの文を、さえ、ばを使って1つの文につなげてください。では、やってみましょう。スマホと Wi-Fi があります。どこでも授業が受けられます。はい、どうぞ。スマホと Wi-Fi さえあれば、どこでも授業が受けられます。天気がいいです。富士山が見えます。はい、どうぞ。天気さえ良ければ、富士山が見えます。ゆっくり休みます。元気になります。はい、どうぞ。
ゆっくり休みさえすれば元気になります。道が空いています。10分で着きます。はい、どうぞ。道が空いてさえいれば10分で着きます。毎日勉強しています。日本語が上手になります。はい、どうぞ。毎日勉強してさえいれば日本語が上手になります。それでは最後に復習クイズに挑戦してみましょう。間に合いますか？ 1、はい、道が空いてさえすれば10分で着きます。2、はい、道が空いてさえいれば10分で着きます。3、はい、道が空いてさえあれば10分で着きます。どれでしょうか？正解は2、空いてさえいれば。はい、道が空いてさえいれば10分で着きます。いかがでしたか？スマホと Wi-Fi さえあれば授業が受けられます。最低限の条件。これだけあれば OK。他はいらない。何々さえ、何々ば。この表現が使えるようになると、皆さんの気持ちがもっと相手に伝わると思います。ぜひ毎日の生活の中で使ってみてくださいね。今日もありがとうございました。あなたの日本語学習を心から応援しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。